車好きラリーチャンネルのヒラリーです。今日は5年落ちぐらいの中古車世代、人気 SUV3 台の比較をしていきます。CX5、ハリアー、エクストレイル、すべて 2000cc のガソリンエンジンを搭載したグレードで見ていきます。で、動画の内容は、まずそれぞれの印象を一言ずつ述べて、で、中古車の価格を見て、で、乗り味の印象、そして内装の比較と進んでいきます。じゃあ最初にまずね、乗って感じた印象を一言ずつ。まず CX5 からいきます。CX5 は、この3台の中ですと唯一の現行モデルということで、前期、通称前期モデルになってもね、やっぱり現行モデルということで、品能良さとか上質さ、現行車らしさというところでね、頭一つ抜けています。それはまず乗り心地。乗り心地がね、特にフロントシートでに座っていると、上品で、マツダ車なんだけれども、特別硬いということもなくてね、むしろ柔らかくてしっとりしている乗り心地がすごく好印象です。で、ステアフィールとか、そのハンドル回す感じとかもね、もう現行の他の車と比較しても引けを取らないような、質感と、それからステアフィール楽しめる、そういったところもあったりなんかしてね、すごく品がいいです。で、エンジンもね、全然もう悪いということはなくて、むしろシャララララっていうね、こう軽やかな響きがあったりとか、回り方が良かったりとか、それからね、6AT が楽しめたりとか、ほんとね、いいところばっかり。で、弱点はないのかっていうとね、そのあたりはちょっとおいおい触れていきます。で、続いてハリアー。ハリアーはね、1個前のモデルになりまして、で、魅力はね、内装の魅力。これはもうね、もうずば抜けてますね。パッと見て分かりやすい魅力。もうこれが欲しいと思えるようなね、こう独特のハリアーらしさ。これに惹かれたらね、もうほんとこの世代のハリアーしかないです。高いとかね、安いとか関係なくね、これが欲しくなっちゃうようなね、ところ。で、あとね、エンジンと CVT もね、現行のトヨタ車にないような魅力もありまして、エンジンもね、CVT もすごくね、こう、黒子に徹してくれてるような、あんまりね、こう主張をしてこないようなエンジンと CVT がね、一つこの世代のハリアーの魅力です。これね、取り上げるの今日2020年式で、ハリアーの中でもすごい後期の方のモデルになるんですけれども、3ZR というね、この世代までの 2000cc エンジンの中で、最もね、最後の方に改良の進んだエンジンだと思います。で、弱点というと、乗り心地でね、ちょっとギスギスドタバタするところがある。サスペンションの質というところでね、今一歩というか、トヨタ車らしい感じでね、このあたりあるので、ただ中古車になりますと、どこかで質のいいサスペンションダンパー、ショックアブソーバーに交換してもいいので、そういったところでしょうかね。で、エクストレイル。エクストレイルは、魅力で言いますと、力強いワイルドなボディスタイルと、それからね、内装が意外とね、こうサルーンっぽくオーソドックスにまとまっていて、なかなかね、こう質が高いんですよね。パッと見の良さとか、きらびやかさではもうもちろんね、もう全然ハリアーには及ばないです。ただね、落ち着く空間というか、よく見たらわかるような質感で言うとね、もうかなり高い。このあたりのその内外装のギャップというかね、ここをエクストレイルのね、一つの魅力だと思います。で、そうね、弱点的な部分で言うと、サスペンションのね、質感は悪くなくて、でもボディのね、ちょっとドタバタ感っていうか、こう、ブルブル感かな。フロアのブルブル感とか、段差越えた後のね、ガチャンとした響き。こうしたあたりはちょっと旧世代的ですかね。ここがエクストレイルのまず残念なところで、ハリアーみたいにね、ダンパー変えたらどうとか、もう突っ張り棒一本入れたらっていう、そういう部分ではないので、どうしようもない。ただその分ね、中古車ですと価格的にお得なので、同じ値段を出すんだったら、同じお金を出すんだったら、より距離の少ない車が選べたりとか、装備のいいものが選べたりとか、それからあと 4WD が選べたりとかね、このあたりね、中古車の醍醐味が詰まってるのがエクストレイルだと思います。ごめんなさい。あとね、エクストレイルの魅力の一つがね、トルク感が上手に表現されたエンジンと CVT。これちょっとね、後で触れていきます。で、じゃあ、これで今日取り上げる3台の車の、それぞれをね、ちょっと紹介させてください。やっぱりね、グレードいっぱいありますし、年式によってもね、こう微妙に乗り味変わるということはね、もう普通にあります。マイナーチェンジとかではなくて、いつの間にかの紹介量で乗り味変わってるっていうことが、車ってね、普通にありますので、ちょっとね、今日取り上げる試乗してきた3台を挙げさせてください。CX5 が2021年式の 20S プロアクティブ291万円。で、ハリアーが2020年式のエレガンス300万円。
で、エクストレイルが2019年式の X4WD で286万円。エクストレイルがね、2WD モデルが途中でなくなっちゃったので、モデル途中でなくなりましたので、これ 4WD モデルになります。で、ボディサイズ見てみると、CX5 の全長がね、一回り小さいんですね。まあ、C セグぐらいの感じというのかな。4545ということで。ただ、乗るとね、上質感ありますので、まあ、そんなに小さいということはね、感じないです。もう全然感じないと言った方がいいのかな。後ろを振り向いたりとか、あとは、そのね、ボディを横から見ると、あ、短いねっていう感じ受けますけれども、まあ、そのぐらい。そうしなければね、もう全然感じないぐらいです。あと、前高でエクストレイルが1740と、ちょっとね、前高が出るのが、一つ特徴でしょうか。じゃあ、ここでさらっと中古車を見ていきます。まずは CX5 から。これが2018年式。今から見て6年落ちの10万キロで160万円。それからこっちが8万キロで165万円の総額がついています。なので、そうですね、6年8万キロとか10万キロで、だいたい新車から半分ぐらい、もしくは半分強ぐらいのね、そんなイメージです。今日取り上げてるのはガソリンモデルですので、ディーゼルですともう少し安い車も結構いっぱい出てきます。で、続いてハリアーの方。ハリアーも同じぐらいですかね。今日出てきたのはね、6年落ちの 8.4 万キロで172万円。このくらいの価格からということで、だいたい同じぐらい。で、エクストレイル。エクストレイル見ますと、こっちはね、だいぶお得感ある価格になっています。これが9万キロで総額120万円。で、こっちが7万キロで、122万円。で、128万円とか来て、これが日産のお店で、6年うち 7.4 万キロで総額133万円。このくらいになっていますので、前述の2台と比較すると、そうですね、30万円、40万円安いぐらいの感じになっていきます。で、ちょっとね、これで年式を一つ上げて、距離少ないのを見てみます。CX5。CX5 の場合ですと、5.7 万キロで195万円とか、4万キロで、210万円とか、だいたい200万円をまたぐぐらいのね、価格値付けがされてますね。で、続いてハリアー。ハリアーはね、距離少ないと結構値段上がっちゃうんですよね。そうですね。これが2.6 万キロで、260万円。5年落ちね。で、これが8000キロで250万円とか、これが260万円とか、260万円あたりの車がね、結構多いので、そうですね。うん。これを CX5 に当てはめますと、2021年以降のビッグマイナー5のモデルとね、同じぐらいになってきますから、ちょっとね、ハリアーだったら、もう少し年式古いとか距離いってる車の方がお得感あるといったところはありますね。で、エクストレールですね。エクストレールも、これはですね、やっぱり距離少なくなると、CX5 とね、同じぐらいの感じになってきます。4万キロで200万円とか、217、240、190とかね、200万円前後になってきますから、お得感、価格的なお得感で言うと、7万キロ、8万キロいったエクストレールか、もしくは CX5 の前期の距離が少ない車。このあたりがね、お得感あるんじゃないかなと思います。で、あとね、エクストレイルは、2019年の途中からね、一番安い FF モデルがなくなりました。あと CX5。CX5 は2021年の秋口にビッグマイナーが行われまして、そのくらいの年式になってきますと、3年落ちですから、結構値段が上がって、260ぐらいからになってきます。で、そうね、ビッグマイナーで乗り比べればやっぱりね、違いはありまして良くなったのもわかります。ただ同じ車ですから、そんなね、別の車種ほど劇的には変わってないです。そんなにね、違いはない。なので、あまり細かいこと言わなければ、前期でもね、すごくいいので、お得感あるのは前期かなっていう気がします。中古車の醍醐味があるのはね、前期の CX5 じゃないのかなって思います。続きましては、乗り味に関する部分を比較的に見ていきます。エンジン、ミッション、加速感、燃費、乗り心地、それからハンドリングとブレーキピル、この辺りを見ていきます。まずはエンジン&ミッションについて。3台ともね、この部分はすごくいい特徴があって、話していてね、気持ちいいとか楽しくなっちゃうようなポイントです。じゃあまずは CX5 の PEVPS という 2000cc エンジンから。このエンジンがね、
すごいガソリン車らしいというか、コンサバなね、魅力が詰まっていて、で、荒っぽさは少なくてね、とってもいいエンジンだと思います。回転上げればパワー盛り上がりますし、で、ガサツとかね、衝撃伝わってくるところも少ない。ギクシャクもしづらいですしね。で、音的にはね、シャララララっていう音が混ざったりしながら、ブオーっとね、こう回転数を盛り上げていく。このあたりがね、気持ちがいい。で、わずかにね、若干微振動とか出たりするんですけれども、このあたりもね、本当若干。なのでね、これ、やっぱりいいエンジンだなと思います。で、組み合わされるトランスミッションは、ステップ式の 6AT です。で、これがね、操る楽しさとか、適度なっていうか、ダイレクト感あんま感じにくいですけれどもね、感じないように運転するのが自分は好きなので、感じにくいですけれども、やっぱりこう、CVT よりはね、ダイレクト感あるのは事実で、それからね、弱点的な部分で言うとね、キックダウン、一つギアを落としてほしい時に落ちてくれなかった時もあるんですけれども、そこはね、マニュアルモードを使うと、本物のね、マニュアルモード、疑似ではないですから、すごくね、気持ちがいいです。歯切れがいい音とかね、このあたりが疑似的に変速していく CVT とは違って、本物といった感じをね、受けますね。で、続きましては、ハリアー 3ZR という 2000cc エンジン。このハリアーがね、3ZR という1世代前の 2000cc エンジンを一番最後の方までね、使っていたモデルだと思います。それからスーパー CVT と呼ばれるタイプのね、CVT。で、このあたりがね、熟成されていたようで、熟成されていたね、もう最後のエンジンのような感じで改良が加えられ続けて、昔のね、3ZR とはね、もう全然違う感じです。滑らかで静かというかね、スムーズっていうのかな。もうほんとね、黒子のように徹してくれるエンジンとトランスミッション。エンジンフード、ダンパー付きです。このあたりがね、主張が弱くてね、これ好きな方にはもうこれしかないよねと。最近のこう主張が強いトヨタ車とはね、ちょっと違います。CVT もね、こうむやみにね、加速感とかダイレクト感を求めてなくて、もうほんとね、自然な感じ、ふわーっていった感じでね、もう何も考えなくていい、気にしなくていい。こうした部分ですごくまとまりがいいのがハリアーのエンジンとトランスミッションだと思います。それからエクストレール。エクストレールもね、またね、いいところあるんですよね。エンジンは MR20 という形式の、ガソリンエンジンです。2000cc。で、このエンジンが 2000cc なんですけれども、すごくね、トルク感があるようにこう伝えていきます。感じさせてくれますね。エンジンとトランスミッションで大排気量車的なね、トルク感を感じさせてくれる。これがね、自分的な感じで言うと、低回転を保って、低回転を多用しながら、アクセルペダルをね、多く踏んでいる状態。このような感じで加速していくんですね。で、これがね、すごく気持ちがいい。ドロドロドロってわけではないんですけれども、トルク感のある感じでね、輸入車的な感じとも言うのかな。さすがにこう大きく踏めばね、回転数上げますけれども、それでもね、こうピュンピュン高回転を使うというよりは、低回転のところをね、結構使っていくみたいな感じですね。そうしましたら、続いて燃費を見ていきます。まずカタログ燃費で言うとこんな感じ。CX5 だけ WLTC モードでの燃費表記で、あとの2台はね、JC08 モードっていうのがちょっと出てきたので、すいません、それを出しました。この JC08 っていうのがね、一つ前のモード燃費で、少しね、高めに表示されます。なので、1割削ったとすれば、大体同じぐらいか、エクストレイルがちょっと悪くなっちゃうかも。でもこれ 4WD モデルなんでね、といったところです。燃費は 12.9 キロが表示されています。12.9 ですね。昼間ね、もう少し、昼間ごめんなさい、早い時間って言った方がいいか。もう少し早い時間にね、車通り多いところ走っていた時は、なかなか10キロ超えなかったぐらいの感じでしたのでね。そうしましたら、乗り心地の話いきますね。乗り心地は、CX5 が一番良くてといったところでしょうかね。CX5 の乗り心地が硬くないんですよね。上質な感じで衝撃吸収してくれて動きも落ち着いている。このあたりがね、いいところです。一つ気になるところで言うと、リアシートかな。これもこの前期モデルに限っては、ちょっとね、リアシートがね、気になるところがあります。衝撃柔らかいんですけれども、微妙にね、自分にとってはクセッと感じるようなね、こう沈んだ時の動き方がちょっと感じて、リアシート使うんだったら他の車の方がいいかなというところですね。
でもね、フロントシートの乗り心地すごく良くて、マツダ車なのに硬くない。で、硬くないだけではなくてね、動きも落ち着いている。で、このあたりね、運転のしやすさとかにもつながってきます。で、それからハリアー。ハリアーは、まあ、どこか弱点かと言ったら、まあ、自分は乗り心地かなといったところで挙げたいところで、ちょっとね、ドタバタ感、ギスギス感があるんですね。まあ、これ、まあ、ハリアーに限ったことではないんですけれども、まあ、質的な部分でね、ちょっとギスギス感がある。でも、硬いわけではないので、まあまあ、普通といえば、まあ、普通ぐらいの乗り心地。で、リアシートもね、まあ、何もね、いろいろ考えなくて、まあ、普通に乗れるような感じでね、まあ、こういったところはやっぱりこうハリアーらしい良さかなと。それからエクストレール。エクストレールはですね、まあ硬いです。まあ一言で言えば硬い。で、まあ硬くて、あとね、フロアね、足元とかがブルブルとか段差でガチャンといった感じを伝えていきやすい。このあたりがね、まあちょっと旧世代的かなと思うところはあります。まあその分ね、こうお得感ある価格で手に入れられたらね、全然いいんですけれども、それからね、もう一つね、弱点ではなくていいとこと思えるのが、まあ、リアシートです。まずリアシートね、座った時の見晴らしがすごくいい。椅子がね、フロントシートに対して相当にね、段が上げられています。かなり高い位置に座るような感じなんですね。で、高い位置に座ると、降りてください。車の揺れって気づきやすくなりますから、人間が感じやすくなる。ただ、足が硬いので、前後サスペンションともに硬いので、揺れとかね、感じにくい。このあたりね、エクストレイルのいいところで、まあ、静粛性とかもね、そんな高くないけれども、自然な感じ。で、見晴らしがいい。まあ、あとはハンドリングとか含めてね、ちょっと酔いにくい車、リアシートじゃないのかなという感じを受けました。このあたりがね、エクストレイル、まあ、そんなにね、いい感じ、立派な感じではないんですけれども、まあ、だからといってね、悪いわけではない、いいと感じられるところもあるといったところです。そうしましたら、ハンドリングとブレーキフィール。まあ、これも CX5 からいきましょうか。CX5 は、やっぱり、こう、現行車並みの、まあ、現行車としてのね、良さがあります。まあ、ハンドル周り上質感があって、で、フロント動きやすいんですね。で、フロント動きやすいバランスなんですけれども、じわっとした動きでね、すごくね、扱いやすい。まあ、リアサスペンションが沈んだりとかね、動くほどに、まあ、そのくらいのペースで走りますと、ちょっとね、リアサスはキュッとした動きが出てきて、でも落ち着いて走らせようと感じ、走るのがね、すごく楽しいです。で、ステアリング周りもね、そうしたクッという感じとかを伝えてきて、大きいね、衝撃なんかは、ステアリングのね、そのモーターが消すんですけれども、このガツンという衝撃とかハンドルに伝えてこないような感じなんですけれども、小さい反力なんかを伝えてきて、このあたりね、CX5 前期型の面白いところ。で、ハリアー。まあ、ハリアーとエクストレイルはね、まあ、同じような傾向というか、まあ、両方ともね、まあ、ちょっと緩いところがあって、穏やかなところがあるっていうのかな。で、ハリアーは、ネバっとした回し心地でね、で、そうね、あんまりね、こう、ロールを感じさせない範囲で走ると、まあ、良さが味わえます。まあ、最近の車のない良さというのか、まあ、反力とかがね、すっぽ抜けちゃったりする時もあったり、取られそうになったりする時もあるんですけれども、それがね、最近のもうしっとりしたハンドリングでね、こう無味無臭の余計な力をハンドルに伝えてこない最近の車がつまんないなんて感じたら、まあそうしたら1世代前のこのハリアーのタイプとかね、すごくこう、まあその1世代前の中で熟成されてる、すごいこうレベルが高いなというところでいいんじゃないかなと思います。で、エクストレイルの方はね、やっぱり足回り硬いんでね、硬くて、でも穏やか、動きがゆっくりといったところがね、まあ、なかなか特徴的です。まあ、大体サスペンション硬くしますと、きっとね、ハンドル切った時の操舵の力とかがタイヤにクッと素早く乗りますし、間でね、干渉剤になる部分もないので、素早くなりそうなんですけれども、穏やかに煮詰められていて、で、サスペンション硬い。このあたりがね、エクストレイルの、まあ、骨太というかね、いろんな人がどう乗っても、まあ、ペースを上げたりガンガン走っても、同乗者の揺れとかね、グラグラ感が最小限。まあ、タイヤのグリップ感とかね、接地感も失いにくいでしょうね。といったところで、エクストレイルのね、魅力の一つになっています。まあ、ほんとね、ほとんどね、車に興味がないというか、でもガシガシね、ハンドルを切る。まあ、コーナーで奥まで行ってからグッと切ると、グラッとかね、タイヤの接地感失いやすいですけれども、まあ、キキって泣きやすいかったりしますけれども、そうした乗り方をしたとしてもね、こう対応してくれるのはエクストレイルかなっていうのをね、感じますね。で、これが前日のリアシートでも、酔いにくいだろうなって思えるようなところに一つつながってきます。
であとブレーキで言うと、ブレーキはね、CX5 だけ。CX5 の前期モデルが、本格的ね、自分の言葉で言ったら本格的なフィールなんですね。ペダル構成がっちりしていて、踏むのは重いですし、ある程度踏まないとね、効いてこない。で、この辺が、この効果とかね、本格的なブレーキと同じ味でして、これお好きでしたらね、これ前期モデルならではのブレーキの魅力だと思います。で、これがね、賛否両論というか、ネット見るとね、こう、扱いにくいとか効きが悪いという、意見とかもね、見受けられましたから、そうね、ほんとね、ちょっと駐車場で動かしてもわかるようなポイントなので、あと、慣れかな。靴踏めばね、奥で効きますし、こう、細かい操作がね、すごくやりやすいタイプです。じゃあ続きましては内装いきますね。内装ね、やっぱりこう、ミドルから上級クラスの車ね、3台として、どれもね、いいところがあったりなんかして、ここもね、面白いポイントです。じゃあ、まずね、インパネを中心に内装の比較をしていきます。3台中、ハリアーね、ハリアーは特別感、ラグジュアリー感、そういったところが重視されていると感じますし、CX5 と X トレイルはオーソドックスな、ね、イメージを受けます。ということでね、ちょっと特別感のあるハリアーからいきますね。もうね、やっぱりこう、内装といえばハリアー。場合に言えばね、こう、60系こそハリアーでしょっていうかね、もうそのハリアーイコール内装っていうのをね、決定づけたモデルだと思っています。で、そういったあたりはね、例えばインパネとかドアパネルの周り見ても、ツヤのありなしとか、ブラックパーツとシルバーパーツ。もうこういった部分のね、コントラストが強いです。落ち着きと、こう、きらびやかな部分とがね、両方混ざっていて、もう主張がめちゃくちゃある。ここがね、こう、パッと見てね、すごいねと。これがね、いいですよね。人畜無害なモデルより、こう、パッと見てね、刺激、それから分かりやすい、こう、特徴がある。魅力の一つですよね。特にドアパネルかな。ドアパネルの前の方とかね、もうめちゃくちゃ刺激的ですし、もう現代の車でね、最新モデルでこれを取り入れてきても面白いんじゃないかと、そういった車出してきてくれてもいいんじゃないかなと。特にプリウスなんかこうしてもね、合いそうですよね。で、これがね、もうここの部分だけではないんですね。ちょっと見えにくい部分も手抜きがされていなくて、例えばじゃあセンターコンソール行ってみますね。センターコンソールも抜かりがないです。前方はね、こう複雑なこう造形っていうのかな、立体的な感じで奥行き感出していますし、あとね、ゲート式のシフトセレクター。これもね、いいですよね。いいというかもう最近なくなっちゃいましたから、自分の好みで言うとね、手元を見なくても、カコンカコンカコンというところだけで、どこに入ったかがね、しっかりわかる。行き過ぎちゃうことがあんまりないといったところでね、ほんとね、手元見なくていいという部分で言うと、それからかっちりね、しっかり入ったのが確認できる、手の感覚だけでわかるというところで言うと、一番ね、いいタイプのね、シフトセレクターだと思っています。それからね、シートもいいです。これエレガンスというグレードでね、こう半分合成側のコンビシートなんですけれども、見た目いいですし、座ってもね、ボリューム感ありますし、クッション性もいい。座り心地もいいですし、すごくね、いいシートだと思います。で、残念な部分で言うと、一つ挙げさせていただくと、このエアコンパネルかな。タッチ式でね、揺れる車内で操作するのは難しい。で、この温度調整の部分とかも、個性的というかね、ちょっとしたこうギミックがあったりなんかして、ちょっと使うの難しい。あと手元を見なきゃいけないというのがね、これ慣れてもなかなかね、揺れる車内で、こうピンポイントで押すのは難しいでしょうね。乗ってね、常にこうオートで回し続ける方には、問題ないでしょうけれども、マニュアルモードで、こうね、風量とか抑えて使いたいとか考えたら、ちょっと残念かなと。じゃあ続いて CX5 いきます。CX5 はね、インパネで言うと、ボリューム感とたくましさ、あと縦方向のね、ボリュームを感じやすいといったところでね、これ一つポイントかなと。で、そうね、ここで言うと、インパネはね、そんなにこう、コメントすることがちょっと思いつかなかったので、見どころはセンターコンソールとか、ロータリーコマンダーいきますね。一つね、動かすときに質感を感じるシフトセレクターについて、このカチャンカチャンカチャンっていう感じがね、すごいこうメカニカルな感じが伝わってきて、動かすだけでね、喜びを感じられちゃうような気持ちよさがあります。で、これ、マツダ車に共通する良さで、CX5 ね、こう、
個体差あるかもしれないんですけれどもね、そう、カチン、カチャンがこうパチンかもしれないんですけれども、すいません、ちょっとね、乗った車体によってちょっといろいろありまして、でもね、そう、細かいこと言わなければもうすごくいい、もうめちゃくちゃいいですね。で、それからロータリーコマンダー、ナビとかね、ディスプレイを操作するのを使うコマンダーです。で、このあたりがね、今から考えたらね、こう先進的とは言えないでしょうけれども、この世代で考えたらやっぱり先進的ですし、ちょっとね、使ってみたくなりますよね。どうせ買うならこれちょっと使ってみたい。それから、あとスイッチが多いのでね、手元、慣れればブラインドタッチできるようにスイッチ、戻るとかホームとか並んでいまして、決定は押し込むだったかな。このあたりね、慣れればブラインドタッチでも使えて、どちらかといえば新しさがあるといったところでね、もしくは個性があるといったところで、特徴の一つじゃないかと。で、残念なのが、タッチ操作を受け付けてくれないナビモニターですね。これやっぱりどうでしょう。慣れなければね、直感的なのはモニターのタッチでしょうから、このあたりが一長一短かなと。そうしましたらエクストレールいきますね。エクストレールのね、インパネがね、なかなかいいです。じっくり見たりね、座ったりとか、あと昔の世代のね、車、上級サルーンとかをご存知でしたらいいと感じられるようなね、そういった感じの作りをしています。フォーマルとかサルーン的な感じでね、この目の前に広がるインパネの、質感とかもいいですよね。このソフトパッドが多用されているっていうのはどの車もそうなんですけれども、またソフトパッドね、脂肪が深い、溝が深くて、パッと見た感じのね、質感でいいなっていうのがあります。で、これがエクストレールでもやっぱり分かりやすいですし、組み合わされるプラスチックの脂肪はね、浅くて、このあたりのね、ギャップとかでも、そのね、大味になりにくいところを作っている。新しさを求めすぎてないからいいというのもありまして、先進性とかをね、あんまり求めすぎちゃうと、やっぱりこう強調したりとか、すごくね、こう力を入れるところがある。逆にその分、辻褄合わせというかね、しわ寄せが来ちゃって、隅っこの方にね、こう無理なようにスイッチがこうついちゃうこともあったりしますので、そういったところがなくてね、すごくオーソドックスに昔からこう煮詰められてきたような、そういったデザインはね、いいところです。で、エアコン操作部も使いやすいですしね。で、質感としても、ロータリースイッチ、この温度でね、くるくる回すスイッチとかが回し心地がいいんで、気持ちいいですね。中古車で一クラス上の車を買えるっていった醍醐味はね、こういったところにも現れてくると思います。で、あと、同じように 4WD の駆動セレクトのね、スイッチ。これもね、操作感良くて、本格的というね、誇らしさにもつながりますね。で、あとね、やっぱりね、シートがいいです。シートで言うと、この3台ですとね、ハリアー、エクストレイル、CX5 の順になると思います。ごめんなさい、CX5 はね、助手席側にもね、シートリフターがついていたりとか、運転席のパワーシートはメモリー機能付きだったりとかね、そうした機能的な良さはあるんですけれども、座り心地で言うと、やっぱりエクストレイルとかの方がよく感じましたね。ということでね、すいません、まとめていきます。まず CX5。やっぱり前期型といえどもね、現行型でいて、他の車と同じご予算ぐらいで選べるといったところは、すごくね、いいんじゃないかと。乗り味に関してだけで選ぶんだったら、王道だよねと。この3台だったらこう安心して進められるかなと思うところです。で、ハリアーはね、ハリアーは、今の車にはない魅力というのがね、いくつか感じられます。エンジン、トランスミッション、それから内装、このあたりかな。これで選ぶとか、そうね、こういったところがやっぱりこう、ハリアーをあえて中古で選ぶ。あえてね、中古でこのモデルを選びたくなるといったところにね、魅力があると思います。ただ、走行距離少ないモデルですとね、もう現行の新車と悩んじゃうような価格になっていきますから、そのあたりね、やっぱり価格にもそれは反映されてますね。で、エクストレイル。エクストレイルは、車うまく選ぶとね、他の2台よりこう安く選べる。これがね、中古車の醍醐味的なところをすごく味わえるんじゃないかと。乗り味的に言うと、一番ちょっと旧世代的なところをね、こうブルーンガチャンといったところが顔を出しますけれども、その分こう選びがいがあるというのかな。安い車を選んでもいいですし、同じ値段でより距離の少ない車を選ぶとか、装備で選ぶとか、そういったね、こう選びがいが豊富といったところにね、このエクストレイルの魅力があるんじゃないかなと思っています。すいません。こんな感じでね、動画は以上になります。よろしければチャンネル登録といいねボタンで応援よろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。